ミルトンチャンネルです。今日はポータブル電源大手のブルーティーさんに大容量のバッテリーをお借りできたので、車中泊で使ってみました。その使った製品がこちら。今回はこの EB200P の大電力を利用して、これまで使ったことのなかった便利な車中泊アイテムをいろいろ試せて、かなり楽しかったです。ブルーティー EB200P です。こちらは横約44センチ、高さ 38.75 センチ、縦約 29.6 センチ、重さ 28.1kg、バッテリー容量は 2048Wh。こちらは 2048W の家電が1時間も使える大容量のバッテリーです。内容物は AC 充電アダプターと AC 充電ケーブル、MC4 ソーラー充電ケーブル、こちらは XT90 コネクタがついています。シガーソケット充電ケーブル、こちらも XT90 コネクタがついています。XT90 変換アダプター、こちらはこのように変換できるようになっていて、先ほどのシガーソケット充電ケーブルとこのように接続して変換して使うことができるようになっています。こちらはソーラーパネル用の MC4 充電ケーブルも同じで、この XT90 の変換ケーブルに接続してこの EB200P の充電をするようになっています。そして EB200P の取扱説明書と製品保証書になっています。ブルーティー EB200P の正面パネルをチェックしていきます。まずはこの部分、 DC12V10A シガーソケット出力ポートになっています。この部分は 12V10A ですので 120W までのものが使えるようになっています。続いてその隣、こちらは DC12V10A 出力ポートが2ポートついています。そしてその隣、この部分結構珍しいんですが、こちらは DC12V30A の出力ポートがついています。30A まで出せる製品はほとんどないので、これはかなり珍しいタイプの製品だと思います。こちらは 12V×32A ですので 360W までの製品が使えるようになっているようです。次にこの下の USB Type-C 100W、 こちらは 100W まで給電できますので、パソコンの充電もこのポートから USB Type-C をつなげばできるようになっています。次にその隣の USB Type-A 18W のものが2箇所ついています。こちらも 18W まで給電するタイプは珍しいので、大容量タイプの給電ができるようになっています。続いてその隣 USB Type-A 5V3A、 こちらの USB ポートが2箇所ついています。次にこの一番下のラインなんですが、こちらは 100V から 110V のものが 2000W と 2200W 合計6つの AC 出力ポートになっています。そしてこちらが電源ボタン、電源を入れてみます。この EB200P の操作はこのタッチパネルで行うようになっていて、ご覧のようにソーラーパネルやシガーソケットからの充電、 DC 出力、 AC 入力、 AC 出力等を細かくチェックできるようになっています。このタッチパネルの反応はとても良く、ご覧のように 50Hz、60Hz の AC 出力周波数を変更したり、 DC 入力元をソーラーパネルからその他に変えたり、かなり細かい設定がここでできるようになっています。そしてこの明るさが調節できる機能もいいですね。実はこの EB200P 全てのポートにおいてこのようにシリコンのキャップが付けられているようになっています。これはおそらくキャンプですとか野外で使うことを想定されて、多少のホコリや雨等がこの入力ポートや出力ポートに入り込まないような仕組みになっているようです。この明るさを調節できる機能も野外で使うときにはとても便利な機能になると思います。またこの EB200P はご覧のようにエコモードというのがついていまして、 AC 出力が4時間以上出力ない場合は自動的に AC 電源を切ってくれます。またこの機能をオンにすると無駄な電気消費を 30% 以上節電できるそうです。
またスクリーンセーバーも連続や30秒、1分、5分と細かく設定できるようになっています。そして日付や時刻の設定もできるようになっています。さらにこの EB200P は AC 出力電圧を変更できるようになっていて 100V、110V、120V と製品によって使い分けができるようになっています。ここまで細かく設定を変更できるのはかなり珍しいタイプの製品だと思います。またこのデータという部分を押すと製品情報やインバーターと充電情報、電池情報、警告履歴情報等も見れるようになっていて、このようにいつ警告が発されたかもわかるようなシステムになっています。これは私が使った履歴ではないのでちょっと関係ないので削除しておきます。また充電や給電をしたい際にはこの DC 出力オフや AC 出力オフを押すと電源がオンになってこれで給電がされるようになっています。次に EB200P の上部を見ていきます。この部分は携帯のワイヤレス充電が2台できるようになっていて、アウトプットが 15W のものが2つ充電できるようになっています。次に本体左側面の充電ポートもチェックしていきます。この部分も野外での使用を想定してこのようにシリコンキャップが付けられていたりプラスチックキャップが付けられています。こちらの右側の方は AC 充電入力ポートになっていて、こちらの左側はこれは航空ポートと呼ばれるプラグのようなんですが、この XT90 の変換プラグを使ってこのように差し込んで使うようになっているようです。今こちらの EB200P の充電が 29% ですので、この AC 充電アダプターを使って充電してみたいと思います。今現在のバッテリー残量が 28% ですので、この 28% から 100% になるまでどのぐらいの時間がかかるか充電時間も計測します。充電が開始され始めました。充電のワット数は 479W を記録しています。はい、充電開始から1時間22分が経過。バッテリー残量は 59% まで増えました。バッテリー本体や充電器が発熱していないかをサーモグラフィーカメラでチェックしてみます。バッテリーの充電器の一番熱いところで40度程度、バッテリー本体の一番熱いところが32度程度、iPad が30度程度ですので、発熱に関しては全く問題がなさそうです。はい、バッテリー充電開始から2時間52分。EB200P が 100% まで充電完了しました。3時間かからずに 70% 程度充電できましたので、かなり早いと言えます。この EB200P は最大 2200W まで動くそうなので、ドライヤーを動かしてみたいと思います。AC 電源ボタンを入れます。マックスで動かしてみます。問題なく動きました。消費ワット数は 1140W。家庭用のエアコンも動くか試してみます。暖房30度設定、風量マックスで動かしてみます。消費電力は 521W。問題なく動きました。1300W の電子レンジも使えるかやってみます。消費ワット数は 1200W 弱。問題なくお茶が沸かせました。今回この EB200P を車中泊で効率的に使えるようにするために Amazon でスピードコントローラーを購入したのですが、これが大失敗でした。このスピードコントローラー、このようにコンセントに挿すタイプになっていて、この部分でコントロールをして電力を調整するようになっています。こちらの製品最大 350W までしか出ないので、私のエブリィで充電するにはちょうどいい電力量です。この電力を調整する機能を使って車のバッテリーから電力を取り、制限範インバーターを中継して最大 350W まで電力供給できるスピードコントローラーを使って EB200P に 350W 以下の電力で充電しようとしたのですが、これが全くうまくいきません。車で試す前に家庭用の AC 電源で充電できるかトライしたのですが、このスピードコントローラーを使っても 1W も充電できませんでした。これを Bluetooth の
技術部の方に確認したところ、ある一定以上の電力が供給されないと EB200P の AC アダプターが作動しないそうで、このやり方では充電できないことが分かりました。 EB200P を実際の車中泊で使ってみます。重さ 28kg とそこそこ重いですが、気合を入れれば持ち上がります。はい、現在の時刻は2時8分。車内の気温は 6.9 度。結構寒いです。で、ベルーティの EB200P はここに置いてみました。ギリギリ置けるかなっていうような感じのサイズ感ですね。このセルターのソファーマットレスはこのように少し遊びがあるというか伸縮してくれるので、ギリギリ置けるかなといったような感じです。で、今回リサイクルショップでちょっと面白そうなものを見つけたので、500円でコンパクトファンヒーターというものを見つけたので、これを使ってこの EB200P で電力を取って車内を温めてみたいと思います。これは定格消費電力が 600W なので問題なくおそらく使えると思います。そしてこれを購入した理由は、この上の部分がハイとローという風に分かれていますので、おそらくこのローの方だったら 300W 程度で動くんじゃないかなと勝手な想像をして買ってみました。じゃあちょっとこの500円のコンパクトファンヒーターを動かしてみたいと思います。はい。で、とにかく今は足元が冷えているので、この足元を温めるべくここに置いて電源を入れてみたいと思います。念のためこの動く前にサーモグラフィーカメラでチェックしておくんですけれども、このファンヒーター自体が 11.6 度ぐらいの気温になっています。そして足元の気温は6度ですとか、そんなもんですね。この辺りも7度程度、かなり床がひんやりしている状態です。ではこの状態で電気を入れて車内を温めてみたいと思います。ちなみにバックドアの鉄の部分は8度程度、そして上の部分は10度程度ですので、やはりかなり寒いですね。では電源を入れてみます。これで電源が入る状態になりましたので、まずはローで動かしてみます。あ、ついた。そしてバッテリーの電力消費が 328W 消費しているようです。ローで 328W ですので、6時間程度は動かせるかなというような感じです。で、熱風吹き出し口の部分なんですけども、かなり暖かい空気が出ています。ずっと触ってるとちょっと熱くて低温やけどするような感じの熱が出てますね。念のためこの部分もサーモグラフィーカメラでチェックしてみると、このような感じです。一番熱いところで110度ぐらいを超えてますね。このようにちょっと足をくっつけたりすると暖かさを感じています。そして周辺の温度も上がってきました。この部分なんかはもう20度ぐらいありますね。暖房をつけて10分と経ってないんですけれども、少しずつ車内が暖かくなってきました。天井の温度も先ほど10度程度だったものが16度まで上がっています。このバックドアの鉄の部分も先ほど8度だった部分が10度ぐらいまで上がっています。かなり暖かくなってきている印象です。時刻は3時17分。コンパクトファンヒーターを動かし始めて1時間程度時間が経ちました。バッテリーの残量は 79%、1時間で約 20% 程度消費しました。現在の気温は19度。結構あったかいです。この足元も冷えることなくポカポカしています。こんなちっちゃいやつで電気で動くんでとても安全なんですけれども、この500円で買ったファンヒーターかなり気に入りました。サーモグラフィーカメラで温度をチェックしておきます。一番暑いところは110度以上を超えているんですけども、暖かい床の部分は25度以上、そして天井の部分はなんと23度程度を示しています。このバックドアの一番冷たい部分は暖房をつける前は8度程度だったんですけれども、今は17度まで上がっています。このテーブルの部分も23度程度ありますので、かなり暖かいです。足元だけは13度と冷たいところもあるんですけども、これは熱が上に行く仕組みがそうなってますので仕方ないと思います。ちなみに天井の一番暖かいところは25度を超えています。1時間で 20% 程度の消費なので結構コスパは良い方だと思います。4時15分。車内の気温は 22.9 度。もうほぼ23度ですね。めちゃくちゃあったかいです。バッテリーは現在 59%、2時間で約 40% 消費した感じになります。サーモグラフィーカメラでチェックします。
一番暑いところが110度以上あります。車の天井部分は25度、バックドアの一番冷たい部分も17度、床下も21度以上あるのでかなり快適です。意外にこのミニファンヒーター結構使えます。私はこのヒーターをリサイクルショップでゲットしたのですが、家の近くのホームセンター港南では1900円程度で同じようなセラミックヒーターが売っていました。バッテリーを置くとこんな感じです。ファンヒーターは止めたので電気毛布をつけて寝ます。電気毛布の温度は1で6時間稼働させて寝たいと思います。電気毛布だけでは寒いので羽毛布団を併用して寝ます。はい、時刻は10時13分。現在の車内の気温は 10.5 度。今朝は外気温が0度まで下がったのでかなり外は冷えたんですが、車を断熱処理しているので車内は10度程度を保っています。そしてバッテリーの残量は 52%。 この電気毛布をつける前は 60% ありましたので、6時間この電気毛布を動かして 8% ほど電力が消費されました。このように電気毛布は上に羽毛布団等をかけて寝るとかなり省エネで使えることが分かりました。羽毛布団は45リットルのデイパックに収納します。こうすると車内が散らからないので気に入っています。今回は Amazon で面白い商品を見つけたので買ってみました。ポータブル電気ケトル。内容物は電気ケトル本体と電源ケーブル、そして取扱説明書です。この製品は定格消費電力 300W で 350ml のお湯が沸かせるようになっています。中を開けてみるとこんな感じ。もうすでに今水を入れているんですけども、このような感じになっています。この MAX と書いてあるところまで水を入れると 350ml になっているようです。この製品のいいところは、お湯を沸かした後、このように蓋をしてしまってきっちり栓を閉めてさえいれば、反対にしても水が垂れてくることはありません。この部分が電源ボタンになっていて、これでオンオフをしてお湯を沸かすようになっているようです。そして電源の入れ口はここですね。 50Hz 対応で 110V の電圧があります。お湯を沸かしてみます。お湯を沸かす際はこのシリコンのキャップの部分を外して蒸気の逃げ道を作るようになっているようです。消費電力は 240W を消費しています。サーモグラフィーカメラでチェックしてみるとこんな感じ。一番熱いところで35度程度になっています。お湯が完全に沸いたようです。電源が自動で切れました。 EB200P のワット数も 0W になっています。お湯がいい感じに沸きました。お湯の温度も90度近くになっていますので問題なく沸かせているようです。200ml のお湯を沸かすのに 52% からスタートしましたので 2% ほど電力を消費しました。お湯は結構余ってしまいましたが、これは蓋をして保管しておけるので便利です。きっちり蓋をしてさえいればひっくり返してもお湯がこぼれてくることはありません。このポータブル電気ケトルすごく便利です。ここの縁の部分が熱くなるわけではないので、このように直接飲むこともできます。熱々のお湯がすぐに飲めるのはすごく嬉しいです。これは車の中にそのまま置いとけるのでとても便利です。中を覗くとこんな感じになっています。この部分はステンレスなので衛生的でとてもいいです。気軽にお茶やコーヒーが沸かせて飲めるので、これから大活躍してくれそうです。この電気ケトルはこのようにドリンクホルダーにギリギリ入れることができるので、ポータブル電源からこのように給電して
この場所でお湯を沸かすことも可能です。これだったら車の運転中にこの電気ケトルが吹っ飛んでいくこともないので、そういった意味では使いやすいと思います。今 EB200P のバッテリー残量はちょうど 50% です。これを車のシガーソケットの端子から充電をしてどのぐらいの発電量があるかを計測してみたいと思います。 EB200P の充電はこの充電ポートから行うようになっています。この航空ポートと呼ばれる充電ポートにケーブルを挿します。この部分に純正付属のケーブルをつなぎます。エンジンをかけて充電をしてみます。バッテリーの充電量は 112W、 入力電圧は 13.5V になっています。現在の時刻は11時43分ですので、これがどのぐらいの時間で充電が溜まっていくかを計測します。走行充電の途中にソーラーパネルの充電も試しました。真冬の快晴の日に検証です。車のソーラーパネルから充電をしてみます。付属の MC4 ケーブルにもつなぎます。 XT 吸収端子を接続します。ここから出たソーラーパネルの配線はこの中を伝ってここに来ています。そしてこの部分で EB200P につないでいます。バッテリーの充電ワット数は 30W 程度。真冬のお昼間なので充電のワット数は 30W と少ないです。冬のソーラー発電量は少ないので走行充電を試します。14時58分、ちょうど3時間ほど運転をしました。それで EB200P のバッテリー残量は 50% から 61% まで溜まりました。今回は途中でソーラー充電の検証をしたので充電量はやや少なめではありますが、早く充電を終えたい場合は家庭用の AC 充電を使う方が効率的に充電できそうです。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。